アブー・フライラ伝承、預言者、彼に平安と祝福あれがメディナの路上で私に出会った時、私はジュヌブでした。そこで私は彼から抜け出し、沐浴に行きました。戻ると預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。ああ、アブー・フライラよ、どこに行っていたのですか？私は答えました。私はジュヌブでしたので、あなたと一緒に座るのは嫌だったのです。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。あったあよ。信者は決して汚れることはありません。サヒーフ・アルブハーリー283。アブー・フライラ伝承。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれが私に出会った時、私はジュヌブでした。彼は私の手を取り、彼が座るまで私は彼について行きました。私は抜け出し、家に戻って沐浴しました。戻ると、彼はまだそこに座っていました。すると彼は私に言いました。アブー・フライラよ、どこに行っていたのですか？私は彼にそのことを話しました。預言者、彼に平安と祝福あれは言いました。あったあよ。アブー・フライラよ。信者は決して不浄にならない。サヒーフ・アルブハーリー285。ハディースの説明。教友たちは、預言者、彼に神の祝福と平安あれを最も深く崇拝する人々でした。彼らの中には、大不浄を肉体的な不浄とみなし、重んじる者もいました。そのため、預言者、彼に神の祝福と平安あれがそのような状態にある間は、彼と共に座ることや、触れることさえ躊躇する者もいました。そこで、預言者、彼に神の祝福と平安あれは、この問題に関する正しい見解を彼らに説明し、信者はたとえ大不浄の状態であっても、決して不浄ではないと説きました。このハディースでは、アブー・フライラ、彼に神の祝福と平安あれが、預言者、彼に神の祝福と平安あれがマディーナの道で彼に出会った時、彼が大不浄の状態にあったと伝えています。大不浄とは、射精した者、あるいは妻と性交した者に適用されるもので、このように呼ばれています。その持ち主が礼拝や崇拝から身を清めるまでは、それらを避けるため、私は彼から身を引いた。つまり、彼は預言者、彼に神の祝福と平安あれの前に現れた後、話しかけたり挨拶したりすることなく戻ってきた。そこでアブー・フライラは行って身を清め、大いなる儀式上の不浄を取り除いた後、預言者、彼に神の祝福と平安あれのもとに戻った。彼は預言者、彼に神の祝福と平安あれの不在と失踪について尋ねたが、それは彼の普段の習慣ではなかった。彼は預言者、彼に神の祝福と平安あれに会うことを拒否したのは、ムスリムが大いなる儀式上の不浄の状態にある場合、彼は不浄になるという彼の信念によるものだと伝えた。預言者、彼に神の祝福と平安あれは、アブー・フライラの思い込みと信念に驚いた。ジャナバは祈ること、コーランに触れること、モスクに入ることを妨げるだけで、ムスリムと一緒に座ったり、彼らに会ったりすることを妨げるものではない。重大な儀式上の不浄状態にある人は、真に不浄になるわけではありません。預言者、神の祝福と平安あれは、ムスリムは不浄ではなく、汚れてもいないと告げました。これは、ムスリムの不浄は法的な裁定であり、現実のものではないという意味です。したがって、ムスリムは身体に生じたこの不浄によって不浄になるわけではありません。なぜなら、それは立法者によって身体に課された法的な規定だからです。ジャナバは、祈りやコーランの朗読といった特定の行為を禁じます。しかし、他者と共に座ったり、触れたりすることは、儀式上の不浄によって禁じられている行為には含まれません。信者は、儀式上の不浄の有無にかかわらず、本質的に常に正常です。